皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？最近、すごく寒くなってきましたね。もう12月。今日は11月29日なんですけど、もうすぐに12月になります。きっと日本ではもう北海道とかはそろそろ雪が降る季節なんじゃないかなと思いますね。なのですごく寒くなってきて、とても風邪をひきやすい季節なので、皆さんもお体に気をつけて過ごしてくださいね。そして今日のポッドキャストに入っていく前に、一つだけ皆さんにお話ししたいことがあるんですけど、それが私のレッスンについてです。私のレッスンについて。私はオンラインでプライベートレッスンをしていて、フリートークをしているんですけど、もうね、すでにいつも授業を受けてくれている人には連絡したんですけど、今後はカレンドリーっていうサイトをまた使って、ちょっとね、いろいろあって、いろいろカフェトークに行ったり、カレンドリーに行ったりしちゃってたんですけど、これからはカレンドリー一本でやっていこうと思うので、もし私のレッスンに興味がある方は、これからはカレンドリーのサイトにアクセスして、私のフリートークレッスンに来てくれたら嬉しいです。そんな感じ。こんなね、皆さん興味がないかもしれないので、さっと終わらします。では早速、今日の本題に入っていきますね。今日お話ししていきたいのは、外国語についてです。外国語について。私は前々からお話ししているように、英語をたくさん勉強しています。もう10年くらいかな。あんまり覚えてないんですけど、多分、一番最初に英語を勉強してからは10年ぐらい経ったかなと思ってます。で、やっぱりこの10年たくさん勉強してきて、やっぱり山あり谷あり、アップダウンが激しかったんですね。特に最近は自分自身の英語力がどんどん上がってきているからこそ、アップダウンを感じることがすごく多いんです。例えば、昨日うまく話せたのに、なんで今日はうまく話せないんだろうとか、知っているはずの単語なのに、全く意味がわからないとか、絶対に知ってるフレーズなのに聞き取れないとか、そういうことがよく起こるんですね。で、私はその度に、最近勉強をサボってたからかなとか、まだまだ勉強が足りないんだなとか、そんな風に、自分自身の勉強量、勉強をどれくらいしたかとか、最近頑張ってるかとか、そういう風に、自分の勉強量が理由だと思ってたんですね。でも、アメリカに行って気づいたことがあります。アメリカに行って、やっぱりみんな、周りの人が英語を話してるから、私自身も毎日英語を聞いて、毎日英語を話してました。で、そこで気づいたことが、この一週間ですね。この一週間の中でも、私がうまく話せるタイミングと、全然話せない。何を言ってるか全く聞き取れない。そういう風になるタイミングがあったんですね。で、それは全く自分の勉強量に関係したことじゃなかったんです。もちろん、昨日たくさんポッドキャスト聞いたんだよねとか、そういうのも影響はあると思うんですけど、私が感じたことは全く違って、それは何かというと、安心感だったんですね。安心感。英語を話している時に、私が安心できているかどうか。安心するっていうのは、ほっとする気持ち。この人の前だったら間違えて大丈夫だとか、この人の前だったら、自分が下手だって思われてないか心配しなくていいとか、落ち着いてリラックスして話せる環境っていうのがすごく大切なことだなって思いました。他にもその場の雰囲気ですね。
なんだかみんながニコニコしていて、明るくて、ちょっと自分も落ち着ける場所、ほっとできる環境だったら、自分自身もリラックスできる。それとか、レストランとかカフェに行った時のお店の雰囲気ですね。私の場合は、ちょっと他にお客さんがたくさんいたら緊張しちゃって、なんか自分の英語間違えた時に、なんか下手だなって思われたらどうしようとか、そういう風に感じてしまうことがすごく多くて、気にしすぎだっていうのはわかってるんですけど、やっぱりそういう風に完全にリラックスできない場所にいるときは、自分自身の頭の中でさっき言ったみたいにこの会話に集中することができない。会話だけじゃなくて、間違えたらどうしよう。下手だって思われたらどうしよう。周りの人が自分の英語に対してどう思ってるか気になる。そういうふうに不安に思っていると、私自身もうまく話せないんですね。頭の中が会話だけじゃなくて、他にいろんなこと、不安なことがぐる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 回ってるから、自分の中の最大限の英語力を引き出すことができないんですね。でも逆に、例えばレストランとかカフェで店員さんがすごく優しくフレンドリーに話しかけてくれた瞬間とか、あとは、自分が一緒にいてリラックスできる相手と話してる時とか、そういう時に英語を聞いたり、英語を話したりすると、自分がリラックスできてる。自分が落ち着いて話すことができるから、自分の英語力を最大限引き出すことができるんですね。変な言い方だけど、間違ってもいいやっていう考えが頭の中にある。この人の前だったら間違っても安心できる。この場所だったら間違っても大丈夫かなっていう風に安心して話すことができる。そういう風に感じることっていうのが外国語を話す上ですごくすごく大切なことなんじゃないかなって今回のアメリカの旅行で気づきました。で、ちょっと面白いことがあったんですけど、カフェに行って私はホットティーが好きなので、ホットティーを頼んだんですね。で、そしたら、店員さんに、お茶の種類、紅茶の種類が何がいいか聞かれたんです。で、私は家でも毎日毎日紅茶を飲むので、たくさん紅茶の名前を知っているはずなのに、店員さんが私に聞いた瞬間に、私の頭の中真っ白で、カモミール、アールグレイ、イングリッシュブレックファーストみたいな名前が全く聞き取れなかったんですね。絶対に知ってる言葉なのに何を言ってるのか全くわからなくて。それが私はちょっと衝撃で、でも、このびっくりしたと同時に、自分にとっては、そういうふうに安心できる環境とか、緊張してない状況、不安を感じていない状況っていうのが、外国語を聞き取って外国語を話すために大切なことだったんだなって気づきました。なんかやっぱりレストランでオーダーするとき、食べ物を注文するときって、すごくすごく緊張しますよね。私も緊張します。なので、もう何にも話せない。頭の中が真っ白になっちゃって、自分の英語力がもうドカンって落ちるんですね。私はその瞬間に。自分が緊張した瞬間に自分の英語力が下がるっていうことに気づきました。で、これは私のレッスンともちょっと関係があって、私は正直アメリカに行く少し前ですね。ちょっと自分の中でたくさん葛藤していたんです。自分のこのお仕事に対して。ポッドキャストが皆さんの役に立っているのかだったり、自分のプライベートレッスン、皆さんの役に立っているのかどうか、すごくすごく不安になって、ちょっと悩んでたんですね。アメリカに行く少し前に。で、なんか、も生徒さんに迷惑かけたくないなっていう気持ちも
あるから、もう自分の最大限の力を出し切ってレッスンをしてたんですけど、でもその時はなんだか私自身も外国語を話すためには、まあ、ナチュラルな言葉を教えることとか、ナチュラルな言い方、正しい文法、正しい言葉を教えること、そういうことが一番大切だって感じてしまってたんですね。なのでそういうのもあって、私がちょっと心の中で苦しくなってしまって、なんかうまく教えれているのかわからないっていう風に感じてしまったり、他にもたくさん先生がいるから、その先生たちの方が私よりもっとみんな上手に教えてるんじゃないかとか、私はダメな先生なんじゃないかとか、そういうふうに不安になってしまうことが正直たくさんあったんです。でも今は自分自身英語を話すときに大切なのは安心感が大事。そして勉強するためにも安心感が大事だっていうことに気づいたんですね。なんでかというと、安心できる相手と一緒に英語を話したり、練習したりしていると、間違えてもいいやっていう安心感があるから、間違えますよね。たくさん。で、たくさん間違えたら何が起こるかというと、間違えた分だけ正しい言葉を学ぶことができる。相手が教えてくれるので、たくさん間違えた分だけたくさん新しい言葉を覚えることができる。そういうふうに思うようになったんですね。なので私のレッスンで一番大切にしていることは安心感です。安心感。生徒さんがどれだけ安心してくれるかどうか。私の前では間違えていいや。もうたくさん間違えて、たくさん勉強しようっていう風に思ってもらえるような環境を作ること。これを一番大切にしています。で、私の生徒さんは何回も受けてくれている人がたくさんいるんですけど、その人たちもやっぱり最初はすごく緊張していたんですね。私と話すことに対して。だってみんなこうやって私を YouTube で知ってるけど、いざレッスンに入ったら1対1で、知らないね、女の人と話すじゃないですか。知らない日本人と。やっぱり緊張しますよね。頭の中が真っ白になる。なんか生徒さんが初めてレッスンに来てくれた時は、みんなね、緊張で頭の中が真っ白になりましたって言ってくれる方が何人かいらっしゃったんですけど、すごくその気持ちがわかります。私も1対1でフリートークレッスンをした経験が何回かあるんですけど、頭が真っ白になるんですね。緊張しちゃって。だって知らない人と話すわけじゃないですか。私はもう人見知りなので、そもそもすっごく緊張して、しかも自分が勉強している言葉、英語を話さないといけない。もう頭の中がパニックなんですね。なので、やっぱり話せないっていうことは私にもあります。でもやっぱり1回、2回、3回っていう風に何回か授業を受けてくれるにつれて、みんなね、安心してくれるようになったのかなって感じてます。安心して間違えることができるっていう風に伝えてくれる生徒さんもいらっしゃって、私はそれがすっごく嬉しいんですね。皆さんが安心して間違えることができるくらい、私を信じてくれてるというか、私はね、授業中に、いくら皆さんが間違えても、例えば怒ったり、不機嫌になったり、そんなことは一切ないので、みんなにも安心してほしいんですね。で、私も皆さんが間違えた時に、できるだけ皆さんに安心してほしい。間違えてもいいんだよっていうことを伝えながら、ちゃんと正しい言葉とか正しい文法を伝えることが大切だと思ってて、やっぱりね、正しいものを伝えるっていうのはもちろん大丈夫だけど、それよりもまずチャレンジしたことが素晴らしいっていうことに皆さんに気づいてほしいんですね。それを知ってほしい。
たとえ間違えたとしても、チャレンジしたことっていうのが一番大切だっていうことを知ってほしいです。で、そうやってたくさん私の前でチャレンジして間違えて、私が大丈夫だよっていう風に伝えて、その上でちゃんと正しいものを伝える。それがね、外国語を勉強するために一番大切なサイクルなんじゃないかなって私は思ってます。なので、とにかく私の前では安心してほしい。レッスンだけじゃなくても、コメントでもどんどん日本語でチャレンジしてくれたら私はすごく嬉しいし、もし間違えたとしても、私は皆さんが何が言いたいか、だいたいね、本当に99%わかるので、全然もう不安だとしても安心して日本語でも送ってほしいなと思います。もちろんね、英語でもフランス語でもイタリア語でも韓国語でも中国語でも皆さんがコメントを送ってくれるのがすごく嬉しいんですけど、たまに間違えるのが怖くて、日本語はやめておきますってコメントしてくれる方がいるので、そういう方たちのために私のコメントではもうたくさん間違えて大丈夫なので、それを皆さんに伝えたくて今日はこの動画を撮ることにしました。で、やっぱりアメリカに行って、たくさん私も英語を間違えたし、でもその度にたくさん新しい単語を学んだし、カモミールは英語ではカモミールって発音しないっていうことに気づいたんですね。アールグレイもアールグレイじゃない。だからそうやって間違えて新しいことを学ぶっていうのが外国語を上達させるために一番大切な、一番、なんて言うんだろう。効率的な方法なんじゃないかなと思います。皆さん間違えることが怖いっていう気持ちは本当に私もわかるので、そうやって自分自身悩んできたからこそ、こうやって皆さんに安心感がとても大切だよっていうことをお伝えしたかったです。今日は。そんな感じかな。ちょっとうまく話せてたかわからないんですけど、なんかアメリカから帰ってきて、もう自分がどんな風にポッドキャストを撮ってたか、全然覚えてなくて、どんな風に話してたか思い出すことができなくて、これからはね、今私が撮りたい形で、今私が話したい形で、気楽に皆さんにポッドキャストをお届けできたらいいなと思ってます。そして最初にも言った通り、これからカレンドリーでレッスンをしているので、もし安心できる場所で、たくさんフリートークのレッスンがしたいなって思ってくれている方は、ぜひ一度私のレッスンに来てくれると嬉しいです。では今日はこんな感じで、最近私が思う外国語を話すために一番大切なこと、そんなことについてお話ししてみました。いかがでしたか？今日の動画も楽しんでいただけていたらすごく嬉しいです。今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。